皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。あなたの心をわしづかみ。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。3月22日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は165メートル52でした。おとといと比べると28センチの上げ、6日前から上昇傾向が続いています。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒6720立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒9200立方メートルでした。差分については毎秒2480立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はマイナスの1700、三峡ダムもマイナス400。上流の観測所はなかなかの減少っぷりです。なお、最上流にある4田ダムのうち高架波ダムの放流量は20日の朝8時の時点で毎秒2000立方メートル、19日に比べて大幅に絞っています。三峡ダムと高架波ダムの流量を比較してみると、最上流の高架波ダムからの放流を急激に絞っていることから、いずれは三峡ダムへの流入量にも影響を与えることになるでしょう。一方、深夜0時の放流量は毎秒8310立方メートル。単純計算すると27% の発電状況で9基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。ただし、それぞれのタービンはフルで発電することはないでしょうから、半分と仮定するなら18基ほどの稼働になるかもしれません。おとついの同じ時間帯と比べると少し増やしているようです。湖南省水門局発表の三峡ダムに関する最新データを確認します。黒で示す放流量について10日近く一定のパターンを維持しています。小刻みに電力需要に合わせて調整といったところでしょうか。緑のラインの流入量はここのところ増え続け、18日には一時毎秒1万立方メートルを超える時間帯もありました。ただ、ピークは超えたように見えます。上流の観測所では流量はこれまで増える傾向にありましたが、直近では急激に減少中。先ほども触れた通り、最上流ダムで放流を絞ったことが反映されたものかと。このためダムへの流入は今後減る可能性があります。依然として放流量より流入量が多いため、8日前から水位は上昇中。ダムに入ってくる量は大きく変化しているのに、放流量を一定に保っていることから、ある程度許容範囲と見ていたのかもしれませんが、今後はそうもいかなくなるでしょう。Nishi Yang Channel。先ほどはさらっとお伝えしましたが、長江の最上流ダムで大きな動きがあったようです。その最上流にある高架波ダムと三峡ダムの流量を公表されているデータをもとに比較してみたいと思います。こちらは2月1日から昨日までのそれぞれの流量を示しており、オレンジが三峡ダムへの流入量、濃い青が高架波ダムからの放流量となります。ご覧になってわかる通り、2月の15日から1週間ほど流量が大きく落ち込んでおり、これは春節期間とほぼ一致します。旧正月の長期休暇に伴い、工場などが操業停止になることから、電力需要が落ち込むことに対応した措置だと推測されます。1月からのデータも見てみましたが、高架波ダムからの放流をここまで絞った期間はありませんでした。春節が明けた後は通常運転に戻して放流を増やし、基本的には一定量発電する運用。しかしながら三峡ダムへの流入量は右肩上がりとなっています。このチャンネルでも何度かお伝えしている通り、この期間、ダム周辺とその上流でまとまった雨が観測されており、降雨による増水が主な原因とみられます。その後、さらに雨が降ることで増水が加速。本来なら今の時期、三峡ダムでは水位を下げるフェーズにありますが、逆にどんどん上昇することとなったため、そろそろ許容範囲を超えたと判断したのでしょうか。最上流のダム群と三峡ダムは連動して運用しており、高架波ダムは急激に放流を絞るダム操作に切り替えたようです。先ほども触れたように、
浚渫期間における放流量のレベルまで下げていて、これは異常なこと。現在は通常の経済活動に戻っていますから、電力は当然必要なはずです。高架波ダムの情報が不明だったため、ここまで詳細に確認できなかったわけですが、グラフで数字を見ていると、上流ダム群と三峡ダムがカスケードを組んでいることが改めて分かりました。現在、2つのダムの中間地点にある重慶市の観測所は、急激に流量が下がっていることから、三峡ダムへの流入も減り、やがてダムの水位上昇は止まるかもしれません。天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の午後3時までの様子。南東部で雨を降らせた雲は東に流れていき、天気は回復しているようです。一方ダムよりも上流側で雨は観測されていません。次に今後の予想を見てみます。週明け以降はダム周辺を含め、特に長江下流域で雨雲が出る機会が多くなりそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が23度、最低気温が13度で曇り時々晴れの予報。ちょっと前までと違い、赤いマークが出るようになってきました。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。2月の訪日外国人旅行者数、2月として過去最高、中国からは減少、NHK-1 が伝えています。日本政府観光局によりますと、先月日本を訪れた外国人旅行者は346万6700人と、去年の同じ月と比べて 6.4% 増加し、2月として過去最高でした。国、地域別では、中国からの旅行者が例年なら春節のため伸びる時期ですが、去年の同じ月と比べて 45.2% 減少しました。一方、国、地域別で旅行者数が最も多い韓国は 28.2%、2番目に多い台湾は 36.7% 増え、全体を押し上げました。また、前の月はマイナスだった香港も 19.6% 増えたほか、メキシコが 42.8%、インドが 22.7% それぞれ増えました。以上、2月の訪日外国人旅行者数、2月として過去最高、中国からは減少についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。2月の訪日外国人旅行者数が過去最高を更新した一方、中国からの旅行者が大幅に減少した件は、ある意味最近のトレンドですね。大国の中国が 45% 以上減っても、全体では 6% 増えているという事実を見ると、特定の国に偏らず、分散傾向へと移行していることが鮮明。これは日本にとっても望ましい変化ではないかと。ただ、富士山や京都といった定番の観光地では、依然として混雑が続いているのも事実。このままでは地域ごとの負担に差が出すぎてしまい、持続的な観光という意味では厳しいところ。まだまだ海外に十分知られていない魅力的なところが日本にはあるので、地方への動線をしっかり整えていくことが今後の鍵になりそう。今回の記事で一番気になったのが、香港からの旅行者が増えている点。本土の状況とは別に、日本を訪れたいという欲求を抑えきれないようです。日米首脳会談も成功し、あの人の思い通りにいかない状況に、今頃歯ぎしりしているかもしれません。ちなみに首脳会談で、テレ朝の記者がしょうもない質問をして、トランプから小馬鹿にされていましたが、この人物、4年ほど前には三峡ダムの現地取材を、TBS と合同で実施していた、ということだけお伝えしておきたいと思います。駐在歴が長かっただけに、あちらから指令が出ていたんですかね。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝8時までの6時間のレーダーの実績。南西諸島に雨雲が見られるものの、おおむね晴れか曇りではないかと。ライブカメラを見ても、全国的に晴れているところが多く、お出かけ日和ですね。ニュースによると、今日は最高気温が平年並みか高めになるとのことですが、この後西から天気は崩れるようです。三峡ダムには、世界最大級の発電設備があることはこれまでお伝えしている通りですが、実際の発電実績についてはどうでしょうか。2003年に初号機が商用発電を開始して以来、徐々に稼働するタービンの数を増やしていき、32機すべてが稼働したのは2012年のこと。その年の発電量は981億キロワット時になったと、当時のニュースの中で伝えられています。2018年になると年間発電量は大台の1000億キロワット時に到達。官製メディアは2018年12月21日、午前8時25分21秒と、秒単位で達成時間を報じており、
まるで月にでも到達した気分、よっぽど嬉しかったのでしょう。よくよく考えると、2012年から6年もの間、1000億に届かなかったことを自ら暴露する結果となりました。さらに2020年には年間発電量が1038億9800万キロワット時という世界記録に達したことを高らかに宣言します。この年は大洪水が連発した当たり年ですから、水は有り余るほどあった年のことです。しかしながら2022年になると、様子が一変、これまで誇らしげに報じてきた年間発電量の数値が記事から消えます。代わりに過去20年の累計発電量を持ち出してきて、お茶を濁すことに。都合が悪くなると累計の数字を発表するのは、彼らの伝統芸能ですね。グラフをご覧になってわかる通り、2022年から24年までは、2008年の水準にまでだだ下がりしています。昔と違い、今は32機すべてが稼働しているはずなのになぜか出力がパッとしません。経年劣化のせいでしょうか、あるいはタービンをメンテで交換したり、制御システムを更新していたからでしょうか。おそらく渇水続きにより、発電に使う水が少ないことが主な原因だとは思われます。そして年が明けて当局から2025年の実績値が出てきて905億キロワット時ということでかなり改善されているようです。毎回このチャンネルでお伝えしている通り、夜の時間帯では2割から3割の出力が多い中、本当に発表された数字は正しいのかと、疑いの目でご覧になった方は多いのではないでしょうか。あちらの発表する数字はいろいろありますから、とりあえず今は、ニヤニヤしながらこのグラフを眺めることにしましょう。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。